はい、地球玉系なんでです。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回はですね、マスキングテープについてやっていこうかと。とっくんとね、話してる中で、最初はマスキングテープと、あとマスキングゾルっていう液体状のものもあるんですけど、塗装をする時の塗り分けに使うやつですね。で、まあテープと液体といろいろあって、まあ全部紹介するかと。ざっと今お店にあるものを並べたんですけど、多すぎるテープが。なので今回はテープだけに特化してどんな商品があるかと。2年前ぐらいに出てたなんか工具大全みたいななんかカタログがあるんですよ、それよりもあるからね、うちね。なんでこんなに集めたんだろうっていうね。まあちょっと一個ずつね紹介して、この人アホだなと思ってもらえたらこれ幸いでございます。はい、それでは行っていきたいと思います。まず紹介していきたいのはですね、もう皆さん知っておられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ本当に模型店さんなら必ずあると言っても過言ではないこのタミヤのマスキングテープですね。幅が 10mm と 6mm と 18mm あります。ケース付きと、詰め替えようって言ってるんですけども、これだけで全然買ってる人もいますし、まあ本当にうちのお店も最初これだけでした。これだけだったのよ、特に。これだけを並べてたのね。6mm、10mm、18mm、ケース付きで6種類。クレオスさんも同じですね。6mm、10mm、18mm と。ここから皆さんがどういう風にやってたかっていうと、塗装の塗り分けにそのまま貼る。この紙タイプってカーブしづらいんですよ。なんでわざと細く切って、でその細く切ったのをデザインナイフでね、それをこうカーブにしたりとか。そんな風にして本当にこれ一つでいろんな工夫が、過去はなされてたわけですよ。僕一回東京の秋葉原工作室さんにお邪魔した時にマスキングテープのプロの方がいて、デザインナイフで恐ろしいスピードでビュワーって切ってでこう一個一個ピッピッピッって貼ってる人がおられて、あ、これプロだなっていう。もうとにかくねプロの人はこれを使いこなしが異常にうまいです。王道なのは、こういうタミヤさんとかクレオスさんの、こういったマスキングテープ。ついで紹介するのはですね、でここ最近出始めてるんですけれども、例えばこういうアモさん、英語でソフトタッチベレットベルベットだ、ベルベット、ソフトタッチベルベット、英語危ないですからね僕ね。こんなんがあったりとか、クレオスさんからもつい最近の新商品で弱粘着、強粘着、粘着力が違うマスキングテープが最近流行りで出てます。でこのソフトタッチっていうのとクレオスさんのこれ一緒ですね。これだから弱粘着です。なぜ粘着は弱いのがいいのかというと、マスキングテープをその今までのこのタイプですね、これわざと指とかでこうペタペタとで触って粘着力を落として使うんですよっていう人もいるぐらい、もう粘着が強いと困るっていう人もやっぱりいるわけですよ。それはもう好みみたいなところもあるんですけど、例えば塗装の上に貼るマスキングテープでのりが強かったらなんか塗装面やられちゃいそうじゃないですか。だからそういうのが嫌で弱粘着の方が安心して使えるんじゃないかな。で実際説明書きにも書いてあったんですけど、メタリック塗装をした上にマスキングするのに便利って書いてあったんで、メタリック塗料って余計そうなんかな、あるんでしょうね。塗装の上からさらにマスキングするのにおすすめですよと。代わってこちらの強粘着、これはクレオスさんでしか僕知らないんですけど、この強粘着はですね、マスキングテープが貼ってるのに気ついたらパラッと取れちゃうような素材、例えばレジンとか、あとは鉄道模型とかプラスチックモデルとはちょっと違うような素材向けで粘着力強い方がいいんですけどというような方にはこの強粘着もありますよ。レジンパーツの仮止めなどにも使えますよっていうので、用途いろいろと。メーカーさんに聞いたらテープ面を上にしてなんか細かいパーツが飛んでいかないようにちょっとそこに折れという感じで使っている人もいると。でそれを今までガムテープでやってる人とか結構いたんですって。でもガムテープってやっぱのり残るじゃない、だからこういう時に強粘着が使えますよと。なかなか使う人によって便利な感じになるんじゃないかなと。弱粘着、強粘着ね、海外製はソフトタッチが多いですね。続いては紙素材ではなくて少し素材が違うところでいくと、ハイグレードマスキングテープ、あとタミヤさんの曲線用マスキングテープですね。特殊ビニール材って言って紙じゃないんですよ。タミヤさんのは曲線用マスキングテープって書いてあるんですけれど、ビニールがゆえにそのあんまり引っ張りすぎちゃダメですけど、綺麗にねカーブが描けるんですよ。あとこのハイグレードテープも同じで R 面だから、曲面と直線問わずこのビニール製だからこそすっごい綺麗な一直線のラインがバッと引けるんですよ。引けるというか、塗装でできるんですよ。毛羽立たない、紙はやっぱちょっと汚れがついちゃったりとかああいうのするとこうサイドが少し毛羽立ったりするじゃないですか、紙がゆえに。これが起きない、少し高級感がある、高いですよね。このハイグレードマスキングテープなんかも750円ですからね、でもタミヤさんもやっぱりそんなぐらいしちゃうんですよね。結局これも770円ですからね、12mm厚みありますけどね。
曲線をきれいに描きたい、あとラインをしっかり描きたいという方にはこういったマスキングもおすすめです。続きまして、先ほど言ったマスキングテープをデザインナイフですごい勢いでこうスライスしていくって話あったじゃないですかまあやっぱりなかなか皆さんできることじゃないので、商品で最初から1ミリ幅2ミリ幅に細く切ってますよっていう商品もあります。クレオスさんのね細切りマスキングシートはこれなんか結構ロングセラー商品ですね。マスキングテープって細く切るとカーブを描くことができるんですよね。であとこうね服にも使えますよね、模様にねっていうのが出て、でそこからいろんなメーカーさんが出しておられます。例えばこれなんか最近なんですよ、タミヤさん1ミリ2ミリ3ミリ。あ、そうですね。これほんとつい最近ですね出ました。こんなね変わったのもあるんですよ。これクレープ紙でできてるマスキングテープなんですけれど、そのクレープ紙ってちょっとこうシワシワなのよ最初から、だからそのシワを生かして曲面や凹凸、ゴザレと、でこの幅がね0.2 ミリなのよ一回使ったことあるんだけどどこがのり面かがわからない線すぎてあれこれ今どこ表かなみたいな感じでね使ったことあるんですけど、戦艦とか、飛行機とか、もうかなり縮尺が500分の1、700分の1とか、小さくなればなるほど大活躍するマスキングテープですね。あと僕が好きなメーカーさんで会津ミクロンマスキングテープってこれねカット線あるんでここ上手にカットしてレジに持ってきてくださいみたいな感じにしてるんですけど、これが本当に刻み方が独特なのよ。 0.4、0.7、1ミリ、1.5、2ミリ、2.5、なんかすごいマニアックじゃない？何なんですかねこの幅の選択肢、ね他メーカーが出してなさそうな幅をこう狙ってるから、結構ね使い勝手いいですよ。で僕本当に愛用してるんですけど、これ見てみますか、これ超細いっていうね。ああ本当だね、細いでしょ。こんなんがねロールになってるんですよ。だからつなぎ目探すの大変なんですよ。どっから始めたかいなみたいなこのね残った芯もねなんか使えそうな気がしてね取っちゃうんだよねもうだいぶ使い込んでるんでね、こんな感じでもう最初から細く切ってあるのもあります。続いてはですね、さっきの細いと逆に高面積用のマスキングテープももちろんあります。一番有名なところではよく見るところではタミヤのマスキングテープ40ミリ、多分 RC 専用なんですよ。もうね本当にただの紙、ただの紙っていうのがなんかねすぐ破れるのよこれ本当にもう大雑把にいく感じ、あんまり僕もなんか塗り分けできちんとしたライン出すというよりは、なんかここに色飛び散ったら嫌だなっていうところに結構雑に使います。これロールで引っ張るとねやっぱ途中で破れちゃうのよ。僕のなんか力の入れ方は悪いんかもしれないですけどね、僕これ苦手ですこういったものもあります。これ便利だなと思いますね。これはビニール面になってるんですよ。留めるところだけはラインきっちりしたくて、あとはもう雑に覆ってればいいっていった商品ですね。これだからカーモデルとか、RC とかに使ってもらえるんじゃないかなと思います。これはね本当便利です。じゃあ1枚、でもお好きに測って切ってくださいと。でこれがねさっき言ったソフトタね弱粘着性のやつがあったり、あとタミヤさんも無地と方眼紙があるんですけど、今無地が欠品してるんですけどね、この方眼紙結構便利ですよね。点で打って鉛筆とかで描いてカットしてたんで、オリジナルのマスキングなんかもこれでね作りやすいんじゃないかなと思います。これは結構使えますね。鬼滅の刃のさ炭治郎の服とかね、これなんか1枚ずつこうカットすればすぐできますから具体的すぎひん方眼はね結構使いやすいです。はい、続きまして柄マスキング、クレオスさんとハイキューパーツさんを紹介したいんですけど、両方とも切れてるんですけど、丸の形のマスキング、あれがねクレオスもハイキューパーツさんもすごい人気で、仕入れたら1週間内になくなるのよ。例えばほらレンズのところにちょうど貼れますよとかって、なんか K がねこういろいろあるんですよ、大きさがね、貼ってって、SML みたいな表記だったり、便利なんですけど今この場にはありません。その他ですね、ハイキューパーツさんが主になるんですけども、3色明細とかね、こういうクラウド明細ができちゃうよとか、ヘックス明細できちゃうとかこれかっこいいよね。かっこいいですね。六角形のね価格としてちょっと変わった塗装が楽しめます。スプリンター明細、ドット明細とかね。変わったところで言うと桜マスキングシールとかね、こんなんあります。大変よくできましたの桜柄から、花びらのマスキングもあるんですよ、こういった感じで。なるほど。花びらはねちょっとおしゃれだね。ワンポイントね入れるといいんじゃないかなと。この辺はもう非常におすすめですね。簡単にできちゃうのはいいよね。そうですね。
最後にですね、ちょっと変わり種のマスキングテープっていうのがありまして、変わり種があるんですよマスキングテープにも紹介するのはこちら、サテライトさんのストレッチマスキングシールですね。ストレッチってついてるんですよ。伸びるんですよね、これね。伸ばしすぎはさすがに無理なんですけど、あと何が面白いって透明なんですよね。透明だとどういいかっていうと、透明がゆえに自分でデザインを書き放題、下絵がよく見えるんでね、これにこんな柄入れてみようとか。あと伸びるのでいいのはこのキャノピーのね、ここなんかすっぽり覆って、ある程度場所が決まったらデザインナイフでその塗るところだけ剥いでっていう使い方もできます。あとレンズの部分もね、伸びるがゆえに押し込んだだけでね、密着力が高いんですよこれ。なんで、しっかり密着させて縁をねデザインナイフとかで切ってもらうといいですよとかっていう、これ非常にね便利ですね。ただ変わってるじゃないですか。お客さんね見るじゃない。ちょっと戻すんだよねこれね誰か使ってみて一回多分いいからこれこちらも同じ理由でなかなか手に取ってもらえないんですけども、長谷川さんのアプリケーションシートってね、だから何をどう使うのかが一見分かりにくいというやつなんですけども、こちらも利用方法はですね先ほどと割と似てます。この長谷川さんってフィニッシュシートっていうこういったものなんですけどね、鏡のようなね、これがよく曲面に追従するし、ある程度伸びもいいしっていうので、シール貼ってるとは思えないような、クオリティでシールとして使っていただけるんですけども、こちらをですね一旦カッティングシートとかでデザインを決めた後にですよ、こういうフィニッシュ系をね、それをこれ弱粘着性なのでくっつけて押し付けてくっつけるデカールシールみたいになるじゃない。なんだっけなんていうんかねあれちょっと今ど忘れしましたけども、ああいったシールが自然に結果としてそうなるみたいな、そんなこともできちゃうんですよね。これも完全に変わりなんですね。これもねお客さんに説明しないと手に取ってもらえない、接客ありきの商品でございます。はい、というわけでどうですかトック、マスキングテープだけでもめっちゃあるでしょ。そうですねちょっとびっくりした。さっきも言いましたけども、タミヤで最初僕6種類だけだったはずなんですよ網を増設に増設しどんどんテープをかけていって、僕なんでこんなにあるんだろうみたいなでもやっぱ話をするとちょっとずつ違うのが分かってもらえるかなと、思うので、だからやっぱ仕入れざるを得ないよね。なんでいろいろね試してみてもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。そんなマスキングがいっぱいかかっている間にですね、ひっそりとこんな商品がね引っかかってるんですね。長谷川さんのバーニシャーって言うんですけど、バーニシャーっていうのはねこれねマスキングテープをしっかりと貼ることができるっていうね、かゆいって手で届くってこの丸い形だったりね、なんか耳かきのような形をしてますね。これね非常に便利だって言ってるのに皆さん買わないので買ってください。これ本当便利なんで僕使ってるんですけど便利なんですよ本当になんか他ので代用できるって思っちゃダメ。売れる。これは限定品ですからねこれね。はい、彼これ2年ぐらいのお付き合いですからねこんなもありますのでいや本当にね使いやすいのよこれ。騙されたと思ってねこれ手に取ってもらったらねいいんじゃないかなと思います。はい、これはね余談ですはい、というわけでですねまだまだ面白そうなマスキングテープ今後ね仕入れが可能性があったらまた並べるんじゃないかなと思いますので、またいっぱい溜まったらご紹介しますし、あと今回残念ながらマスキングゾルっていうね液体状のマスキングがあるんですけど、こちらの紹介できておりませんので、特にまた呼びますので、ぜひぜひお付き合いください。はい、じゃあこんな感じで今日は終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。おすすめです。おすすめこぼした